でもできたこと私の場合ポジティブ思考が強めなので、できたことをあげるのはすごい簡単なんですよ。なのでできなかったことから考えると、まず思い浮かぶのは、たくさん思い浮かぶけど、まず思い浮かぶのは、そういうね、舞台に出るとかミュージカルに出る、2.5 次元に出るってなった時とか、オーディションで役をもらう、選ばれるってなった時に、やっぱ自分のお客さんを呼べることってすごい大切な要素なんですよ。これも仕事だから、演出する人とか劇場のね運営に関わる人とかもいるから、自分がただ誰もいないホールに立って歌うわけじゃないから、お客様がいるってことはすごい大切だよっていうのを歌のね先生に話してもらって、なので自分のコンサートとかね、ライブとか舞台に呼べる、応援してくれる人を、応援してくれる関係の人を作っていこうねっていう風な話をしてくれてたんですけど、そこに対して行動を起こせなかったっていうのが一番思い浮かびます。例えば友達に歌始めたんだよねって言うとか、こういう風に SNS でファンの方をね、私のこと知ってもらってファンの方を作るとか増やすとか、方法はいろいろあると思うんですけど、その勇気がなかった、その行動を起こせなかった、起こしてこなかったじゃないかっていう点を一つ責めることができるっていうか、反省っていう言い方も合ってない気がするけど、本当に自分に足りなかった、やらなきゃと思ってるのにやらなかったこととして挙げられます。でもう一つは、普段の喋り方を変えるっていうことをできなかったです。こうやって話してて、今でもそうやって言ってるのに今でも足りてないと思うんですけど、滑舌が自分は良くないっていうの分かってて、で実際にそれは歌う上でも仕事にしていく上でも問題があるっていうのを分かってるのに、それに対してアプローチが足りてなかったのかなって。毎日滑舌を良くするトレーニングをしてたかっていうと、全然してない。ベロを動かす体操とか、表情筋を使うこととか、あとは自分の地声、今喋ってる声が、女性にしてはって言い方で言わせてもらうと低いと思うんですよ。自分もそう思ってるし、で自分はそれ、地声は別にこれでもいいけど、高い音が歌で自分は出せなくて、でそれを出せるようになるためには、
普段の声も高くっていうか小姉を明るくとか、口を大きく開けて話すとか、普段の声の使い方から変えられることがいろいろあったと思うし、それを変える要素を変えたり工夫したりできることがあったと思うんですけど、それを怠ってましたっていうのが大きな、なんて言うんでしょうね、この気持ちは反省っていうか、至らないというかところです。あとはあとこれはすごい大きな括りになってしまうんですけど、大きな、あとはこれは具体的ではない言い方になってしまうんですけど、言い訳が多すぎたっていうのが、多すぎたというか、言い訳をしてやってこなかったことがたくさんあるっていうのが3つ目の大きな反省点です。例えば大学の課題が終わらないからとか、いや大学で苦しい思いをしてるからだからしょうがないんだみたいな、この気持ちを紛らわすためにこの時間はこういうことをするのに当てるのは仕方ないんだみたいな言い訳とか、いや今年は始めたばっかりだからとか、もともとのスタートが低い位置だからこれくらいでいいんだとか、やらないよりはこれぐらいでいいんだとか、今はまだできなくてもいいんだとか、そういうのを自分をね励ますために思うならいいと思うんですよ。その焦ることじゃないし、できないことがあるのは当然だし、しょうがないっていうか、確かにしょうがないこともあると思うけど、自分はそれを言い訳に使うものじゃなかったって思います。それが言い訳にしてやらなかったことが、時間の使い方とか、特にスケジュールの立て方とか計画性、この日例えばカラオケでの練習を週何時間は絶対に確保しようみたいなこととかも、行き当たりばったりというか、辛いことに合わせて大学の授業をどう乗り越えたかによって変えるみたいな、その自分で決められるはずなのに、
ことを人のせいにしてた。人とか他のことのせいにしてた。いやいやや、かなっていうのが、ちょっと具体的じゃないんですけど、反省点です。あとは、まだまだたくさんあって、例えば、なんだろう。例えば見た目に関することとかも磨いていかなきゃいけないと思うんですけど、いけないんですけど、それもやるときはすごい気をつけたけど、1年間続けられたかって言ったら、続けられてないし、理想のね、形、例えば体重とか、この肌のね、綺麗さとかに慣れてるかって思ったら、目標を立てたくせに慣れてない。帰ってくるときにお菓子を買うとか、食事の内容もね、ダイエットこの日までにこうって決めたのに達成できないとかありました。髪の毛とかももっと自分なりには、自分の中では今までの自分と比べてものすごい意識して過ごしてきたけど、それでもまだ部分的っていうか続けてはこれなかった。気をつけるときは気をつけて、でもできないときは全然気にしてなくてみたいな感じで意識が続かなかったっていうこと。部屋の状態とかも、これを書いたときは換気をすることとか、自分の髪の毛が床に落ちてたら拾ったり掃除機かけたりするっていうのとか、自分の部屋以外でもを気をつけてたし、実際部屋の状態とかを気にすることによって自分の運気というかもう実際すごい良かった、不思議なことなんですけど良かったし、その効果ってあったと思うですけど、それはやっぱり何かがある時、何かがのイベントが近い時とかにやるけど途中で気が抜けてたり、そんなことがどうでもよくなってたりして、続けられなかったことの一つです。美容とか家のあり方、状態、綺麗さとかに関してですかね。具体的なことはね、もっといっぱいあると思います。例えばそんな感じですかね。